都会の片隅でひっそりと開く居酒屋、学者亭。今夜も大将が旬の素材で趣向を凝らしたおもてなしがカウンターに並びます。良質の学問を料理し学生に届けるのも先生の腕一つ。どんな味付けや調理法がいいのか一緒に考えてみませんか。さて今夜はどんなお悩みを抱えた先生が訪ねてくるのでしょうか。いらっしゃい。一人なんですけどいいですか。どうぞどうぞ。こちら。ありがとうございます。すいません。さあ何にしましょう。じゃあまず日本酒の。日本酒ですか、はい、いきなり。はい、はい、わかりました。お願いします。はい、初めてですか。そうなんですよ。実はこの近くの大学に勤めてまして、ありがとうございます。前からちょっと気になってて。この人ね、佐藤さんって言うんやけど、大学の先生のこう見えて。そうなんですか。なんか大学の先生になんか教えてるっていう、なんかわけのわからんことしかやってる人。大学の先生の先生なわけですね。私もね、元。そうなんですか。私は根岸って言うんですけれども、はい。何教えてはんの？私社会学を教えてまして、でちょっと社会学面白い学問なんですけど、なかなか難しいみたいで、今悩んでて、もし先生の先生ならいろいろ悩みを相談してもいいですか？全然大丈夫ですよ。本当ですか？よかったね。いいと聞きました。今学長にアクティブラーニングを授業に取り入れろと言われてるんですけれども、私は社会学でずっと基本的には講義形式っていうんですかね、スライドと板書で授業をやってて、で学生の時もそれだったので、それでいいんじゃないか、学生からも不満もないしと思ってて、だけどなんかその考え方って古いのかなって最近思って。アクティブラーニングってもうまたカタカナ横文字のやつやんな。何でもかんでもカタカナにしたらええと思ってんのかな。困ったもんやな。わしらの時って講義だけやった。ドイツ語のドイツ文学のやつって全部講義法しかなかったんやけど、これ全部アクティブラーニングとかいうものに変わってしまうん？結論から言うと講義法はなくならないです。よかった。ただね、この話は講義法の定義にも関わることなんで、ちょっと講義法とは一体何かっていうその話からさせてもらっていいですか？お願いします。この写真をちょっと見てほしいんですけど、これ15年ぐらい前の私の写真です。丸いやん。ちょっとね当時ふっくらしてたんですけど、これ200人ぐらいの学生に対して大講義室でまさに講義をしてるんですけども、根岸さん、これ私が何をしてるかを講義って言葉を使わないで説明してもらっていいですか？講義を使わないで、何かを伝えようとしてるっていうことですね。そうですね。知識とか情報だとか、そういったものを伝達をしてるっていうふうに言いますよね。これが講義法の基本だと思います。でこの講義法に関してはもうすでにいろいろな先行研究があって、どんな教育効果があるのかっていうのが実証されてるんですね。それをまずお伝えしたいなと思ってるんですけど、今言ったこの情報伝達、この点では丸ですね。効果ありっていうことが言われています。で2点目は思考力の促進って書いてますよね。だから私の授業は情報伝達をするだけじゃなくて学生に考える力をつけてほしいと思っているのであれば、やや効果がねクエスチョンというところもあります。だから、少人数のディスカッションの授業っていうのがあるわけですよね。で3番目は態度変容、つまりこれは学生の心を変えたいとかね、意欲とか高め、そうですね。その時にはあまり効果がないっていうふうに言われてますよね。難しいんですね。で最後は技能の習得という点なんですけれども、これも効果がないと言われてます。一方的に聞くばっかりやからな。そうですよね。なので実験とか実習だとかそういう形態の授業があるということだと思うんですよね。なるほど。なので講義法
情報伝達という点では有効だってことがよくわかると思います。で考えると大学っていうのは日々知識、最先端の知識を生み出してるわけですから、それを伝達する機能がなくなるっていうのは考えにくいと。そりゃそうやな。なので講義法はおそらくなくならないというふうに思うんですね。ただね、もう一つこれはこの研究で言われていることなんですけれども、情報伝達という点では、効果が丸がついてますけれども、他の教育技法に比べてずば抜けてこの講義法が教育効果が高いっていうデータは出てないです。例えばね、この講義法っていうのはもともと中世のヨーロッパの大学で生まれてるんですけれども、その当時って本はあったんですけど、印刷の技術がなかったんですよね。すごい貴重なってことですか？そうですね。はい。なので、先生がその書いた本あるいは入手した本を読み上げて、そして学生はそれを聞いて暗記して学ぶというのが、当時のスタイルだったんです。はい。英語で講義法ってのはレクチャーって言いますけれども、これはラテン語でレクティオという意味なんですけどね、これは読み上げるっていう意味なんです。ドイツ語でも一緒やで。あ、そうなんですか。フォアレーズンって言って前に対して話をするっていう、読み上げるっていうことやね。同じやん。一緒ですね。でもね、今印刷技術も普及して学生は本を手に取ることができる、あるいはコンピューター上ではさまざまな情報があふれていると。確かにそうですね。スマホでもうさまざまな情報を見ることができる時代になった上で、講義法のライバルはもしかしたらスマホって言ってもいいかもしれないですよ。そんなんありえ大学やで、大学に来て勉強してんねんで、そんなスマホに負けるとかそんなんないと思うけどな。そう思いたいですよね。思いたい。だけど情報伝達っていうのは本当にこれ実は難しくて、もう一度さっきのね写真を見てほしいんですけど、先ほど情報伝達ここ行われてるっていうふうに言いましたよね。確かにそうなんですけれども、根岸さん例えばこうやって自分が授業をして講義をしてる時に本当に知識伝わってるのかなって確かにそれ言えます？不安な時ありますね。ちょっとね学生の頭の中を覗いてみたいなと思うんですけど、なるほどね。何やこれ。こんな感じあるかもしれない。確かに。どうですかね。確かにな。つまりこういう状態ってことは、先生は知識を伝達したと思ってるけれども、実際は伝達されてないってことがよくあるわけですよね。かもしれない。そんな経験ないですかね、お二人ね。なので講義法っていうものは情報伝達と言いましたけれども、実はそれはかなり、難しいことなんですね。根岸さんはね、こう学生に社会学を教えるときに、学生の頭の中ってどんな状態でなんか想定考えたことあります？社会学って高校でもならないし、初めてだから、基本的には何も知識がないまま来てるっていうイメージですけどね。ドイツ語はどうドイですか？ツ語もそうやね。高校ではだいたい英語しかやってないから、真っ白の状態で来るよね。そうですよね。先生が新しい知識を大学でしっかりと教えてあげる、伝達してあげると思いますよね。そうですね。これタブララーサモデルっていうふうに言います。ラテン語で白い板という意味なんですけれども、学生は頭の中が真っ白なので、先生がそこに書き込んであげなきゃいけない、こういう考え方ですね。今おっしゃったように2人ともそういう考え方ちょっとね、近いかもしれませんね。ところがこのモデルは認知心理学者によって明確に否定されてます。頭の中に空っぽの状態の中に知識をこう注入するというのは実際起きていることとは違うと言われてるんですよね。そうですね。学生はもうすでにさまざまな知識を持っています。先ほど社会学は習ってないっていうふうに言いましたけれども、でも社会科は習ってるし、それから日々のニュース等で格差問題だとか環境問題だとかジェンダーの問題だとか、そういったものについて学生は知識を持ってるわけですよね。ドイツ語もそうです。学生は英語を習ってるし、ドイツに関する知識もどこかでニュースで流れたりとかな、サッカーとかね、なんかあるわな。そういったすでにある知識を使って新しい知識を非常に積極的に、アクティブに取り込んでいく、そういうプロセス、これが学習だっていうふうに言われてるんですね。
もうちょっとね別な図を使って説明したいと思います。新しい情報がここに入ってきます。そして、脳の中ではパターン認知というですね、そういうことをして、情報の整理をしますね。そしてその後で短期記憶、これはその名の通り短い時間しか記憶に残っていないんですけれども、ここに送られます。しかしこれは放っておくとそのまま忘れられてしまいます。そうならないようにするためには長期記憶の領域に何度も繰り返しとして転送してあげる必要があるということなんですね。はい。こう考えると講義法の究極的目的というのは長期記憶に情報をもたらすことというふうに言ってもいいと思うんですね。ここでね、やっとお待たせしましたということなんですけど、講義法の定義を説明したいと思うんですね、改めて。ここでは講義法を学生が理解し記憶することを目的として教員が必要に応じて視聴覚メディアを使いながら口頭で知識を伝達する教育基本。これ誰のこれは私の定義だ。これはですね、もうよくよく考えて私作ったんですけれども、結構これは味わい深い定義かなと思ってるんです。自画自賛ですね。つまり根岸さんの授業を学生が受けてて、目をすごくキラキラ輝かせて先生の方を見てて、で一生懸命ノットを取ってたとしてもですよ、学生が本当にそれが理解されているのかどうか、でしっかりと長期に記憶しているのかどうか、それができていなければその授業は失敗っていうことを言ってるんですね。それから2点目、もう一つですけれども、教員が必要に応じて視聴覚メディアを使うって書いてますよね。最近私もたくさんの先生の授業を見るんですけれども、どうもパワーポイントのスライドがメインになってしまったりだとか、ありますよね。それから黒板がメインになってしまったりとか、あくまでそういったものは補助的なツールと考えた方がいいと思うんですね。基本的には先生の身体そのものがメディアになると、これが古くて新しい講義法の考え方かなというふうに思うんですね。講義法ってもうあれか、アクティブラーニングと完全に置き換えられるんかなってな、そんな感じでおったけど、まだまだ大丈夫ってことやね。知識伝達よりも知識創造だって話もありますけど、知識創造には知識が必要なんですよね。なので、これからの時代も十分に生き残っていくのが講義法だと思いますよ。なるほどな。そう根岸さんどう、役に立った？役に立ちました。もう今日来てよかったです。よかった。じゃあこれでお悩みは解決やね。はい、ありがとうございます。よかった。じゃあ乾杯でもしましょうか。そういえばしてなかったですね、まだ。そうでしたね。はい、乾杯。